はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。お肉の熟成や保存方法などいろいろな検証を行ってきました。そこで思ったんですけど、お肉の保存の最終形態ってきっとミイラですよね。ということで今日はミイラ作ります。それでは早速やっていきましょう。ちょっとオープニングからふざけて聞こえたかもしれませんが、大真面目な回です。真剣に聞いてくださいね。ミイラとは腐敗の作用が止まった遺体のことです。古代エジプトでは紀元前3700年頃から亡くなった人を布に包み、砂に埋める風習がありました。来世で復活するためには肉体が必要とされ、亡くなった人を人工的にミイラにして肉体を残そうとしたそうです。その作業はミイラ職人の方が行っていたそうです。今 IT が発達して将来なくなる職業とか話題になりますが、ミイラ職人の方もまさか自分たちの職業がなくなっているとは思わなかったですよね。日本で言えば送り人とかが形を変えて時代時代で変化したのかもしれません。そのミイラを作る際に防腐剤として用いられたのがシナモンです。他にもクミンやアニス、マジョラム、カシア、クローブなども同じく防腐剤として使用されていたそうです。紀元前3700年頃にすでにスパイスに防腐効果があることを発見していたってすごいですよね。スパイスの本とか見るとシナモンとかのページにはよくミイラのことも書いてあるので知っている人も多いかもしれません。ということで今日はこの牛のもも肉とシナモンを使ってミイラ肉を作ります。シナモンとは日系属の樹皮から得られる香辛料です。幹や枝の樹皮を細長い形状に剥ぎ取り、コルク層を除去し乾燥させたものがシナモンです。地域や種類によって似たようなものでカシアやニッキなどがあります。料理はもちろんお菓子や飲み物などでも活躍する便利なスパイスです。甘さの中に少しピリッとした辛さがあるのが特徴です。市販のものはこんな感じでスティック状やパウダー状のものが多いです。せっかくなのでこの状態でかじってみましょう。上品なタンスのような匂いがします。味は甘い。辛い。結構このままかじると刺激があります。こんな甘いんだ。改めて辛っ。それではまずはシナモンに水を混ぜて練っていきます。シナモンと水って混ざりにくいですね。次にバットの上に布巾を敷いてシナモンを敷きます。その上にお肉を置いてさらにシナモンでコーティングします。これはデザートと言っても過言ではありません。ミイラ職人になった気分です。布巾で包んでタコ糸で縛れば準備は完了です。あとはこの状態で冷蔵庫に入れて3000年待てば完成です。というのは嘘で1ヶ月待ちます。1ヶ月の時を経て取り出してきました。何やら全体が茶色く変色しています。布はパリパリです。完全に見た目は庭の土ですね。外に置いても全く違和感ありません。早速肉を取り出してみましょう。周りの余分なシナモンを剥がしたのでカットして中を見てみます。すいません、カットする方向を間違ったようです。まあ問題ないです。それではトリミングして形を整えます。見た目は少し変色がありますが美味しそうです。それでは今回はフライパンで焼いていきます。今回も比較用に何もしていないお肉も用意しました。手前がミイラ肉で奥が何もしていないお肉です。いい焼け具合です。焼いている匂いはほのかにシナモンを感じます。焼けたのでカットして早速食べてみましょう。いただきます。今日はメキシコのアンジェンデザ・デッドビールの IPA を飲んでいます。ラテンアメリカの伝統行事、死者の日をイメージしたカラフルなデザインの瓶が特徴的です。死者の日とは日本でいうお盆のようなものです。日本の感覚とは全く違うラテンな感じがかっこいいです。香りはフルーティーで舌にギュッとなるような力強い苦味と飲み込んだ後に口の中に残る余韻が特徴的です。苦めのビールが好きな人にはおすすめです。それではミイラ肉いただきます。まずは何もしていないお肉から食べてみます。柔らかくて水分がありみずみずしく肉の旨味を感じます。次はミイラ肉です。なるほど。シナモンの匂いはかなり強く感じますが、肉を邪魔する感じではないです。もっと甘かったり、くどいかなと想像しましたが、思ったより相性が良く美味しいです。塩をつけて食べると、より味が引き締まって、シナモンと塩のバランスがいい感じです。塩コショウで味付けをして、フルーツ系のソースをかけてアレンジしても美味しそうです。保存という観点で言えば、肉の腐った臭みなどは全くなく、効果はありそうです。ミイラが先か、スパイスでお肉を保存したのが先かわかりませんが、きっと昔にもこんな風に試した人がいるはずです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。
最後までご視聴ありがとうございます。ミイラ肉いかがでしたか？塩漬けしてシナモンでコーティングしてもより美味しくできそうです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。